ついに我が家にもやってきました。ウィンコントロールさんの32ノーズウィールステアリング。メーカーが最初にこのデバイスを発表した時から、これ絶対欲しいってずっと気になっていたんですけど、ついに実物が届きました。これでようやくジョイスティックをグニッとひねる地上走行から卒業できます。今回はウィンコントロールさんからご提供いただいたこの32ノーズウィールステアリングで一体どんなことができるのか、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そもそもこの32ノーズウィールステアリング、別名ティラーとも呼ばれるこの装置、一体何に使うかというと、飛行機が滑走路や誘導路をトコトコ走るときに前輪の向きを変えるためのステアリング装置なんです。コックピットの横についている小さなハンドルを回すことでカーブを曲がります。車でいうハンドルそのもので、エアバスでもボーイングでも飛行機が地上を走行するためには絶対欠かせない装備なんですよね。今回ウィンコントロールさんが新しく出してきたのは、エアバス機で使われているタイプのティラーです。縦 127mm、横 137mm、高さ 145mm と届いてみたら結構でかかったです。でもそのおかげでしっかり手にフィットして、しっかりハンドルを握って操作している感がすごくあります。これ右と左用の別々で売られているんですが、今回いただいたのは左側、つまり機長席側のモデルです。私のフライト環境は左側に座るレイアウトにしているので、これは本当にありがたいチョイスでした。グリップはフルメタル製で、ハンドルの部分には継ぎ目が一切ありません。シューズっぽい質感なんですけど、表面はすごく滑らかに処理されているので、グローブなしの素手で触っても全然問題ないし安全です。真ん中にはペダルディスクと書かれた樹脂製のスイッチがあります。これはペダルディスコネクトスイッチといって、地上を走行している際にこのボタンを押している間だけラダーペダルによる前輪ステアリングを一時的に切り離すためのものです。フライトコントロールチェックの時によく使うやつです。ハンドルにはメモリがあって、左右にそれぞれ75度ずつ回せます。ちなみにこのティラーには遊びが一切ありません。ちょっとした細かい動作にもめちゃくちゃ正確に反応してくれます。動かした時の重みは、私個人としては全然問題ないんですが、もうちょっとだけ軽い力でスイスイ動かしたいなっていう人もいると思います。でもそこはさすがウィンコントロールさん、抜かりありません。本体の下側に抵抗を調整するためのネジがついていて、これを回してあげることでお好みの軽さにチューニングできちゃいます。このデバイス、デスクへの固定方法が2パターン選べます。1つ目は机の上にポンと置く方法。付属の粘着ドットを使えば操作中にガタガタ動くのを防げます。サクッと手軽に準備したいならこれが一番おすすめです。ただデスク上に直接置くので、デバイスの厚みの分だけちょっと位置が高くなっちゃうなという感じはあります。2つ目は別売りのウィンコントロール製スロットル用デスクマウントを使う方法です。追加でお金はかかっちゃうんですけど、これを使うと自分の部屋の環境に合わせてピラーの位置や高さを自由自在に調整できます。コックピットのリアルさをとことん追求したいのなら圧倒的にこっちがおすすめです。皆さんの環境に合わせて選んでみてください。では早速パソコンにつないでみましょう。側面の USB ポートに付属のケーブルを挿して、ウィンコントロールの公式サイトでダウンロードできる SIM アップ Pro を起動します。着
ちゃんと認識されて動くのが確認できたら、いよいよマイクロソフトフライトシミュレーター2024を立ち上げます。ピンコントロールの公式プロファイルにある割り当て例はこんな感じです。ただ1点だけ注意があって、現状のマイクロソフトフライトシミュレーターだと真ん中のディスコネクトボタンの専用マッピングが用意されていないので、このボタンは機能しません。なので設定はシンプルに前輪操舵軸にだけ割り当てれば OK だと思います。機体を読み込んでテストしてみましょう。手っ取り早く確認するために今回は A32NX を持ってきました。マイクロソフトフライトシミュレーターのデフォルトのキーマッピングを使用しているので、一度設定してしまえば PMDG でもイニビルズでもフェニックスでもどんな機体でもバッチリ対応できると思います。エンジンはかかっているのでこのままティラーを動かしてみたいと思います。すごく滑らかに動いてくれています。やはり遊びがないのでちょっとした動きにリニアに反応してくれますね。これなら滑走路上での180度のターンも楽々です。さて、ここまで使ってみてぶっちゃけジョイスティックのひねり操作とは何が違うの、買う価値はあるのというところですが、結論、フライトシムの没入感をワンランク上げたいっていう人には間違いなく刺さるアイテムです。地上走るくらいひねり操作で十分だよっていう方には贅沢品かもしれませんが、実際の機体みたいにもっと細かくキレッキレな地上走行を楽しみたいっていう人にはドンピシャでハマると思います。さて、気になるお値段ですが 12,922 円です。今すぐ欲しいという方はグローバルシッピングでの購入がおすすめです。ホームコックピットを作っている方なら共感してもらえると思うんですが、このクオリティでこの価格のティラーって探してもなかなかないと思います。気になった方はぜひウィンコントロールさんのサイトをチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。というわけで今回はここまで。この素敵なデバイスを提供してくださったウィンコントロールさん、本当にありがとうございました。今回の動画が皆さんのデバイス選びの参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。